こんにちは。お元気ですか？今日は10月8日の土曜日ですね。今回はね、本当は毎月恒例の1ヶ月の生活費の動画を上げようと思ったんですけど、なんかね、もうあの動画上げるのやめようかなと思って、ふとね、思ってやめました。もう、ああいう動画上げるのやめます。めんどくさいから。あの、なんかね、もともと、あれなんとなくやるのが習慣になっちゃってやってたんですけども、そもそもね、私、いわゆる家計簿的なのとかね、つけるようなタイプじゃないし、めんどくさいからもうやりません。私、金勘定全然しないタイプなんですよ。本当はね。あの、毎月あんな結構ちゃんと生活費の動画出してたからきっちりしてる人だと思ってくださってる方もいるかもしれないんですけど、私サラリーマン時代とかね、給与明細の金額すらチェックしなかった人間なんで、で、お金入ってきてるかどうかっていうのは、コンビニとかでね、定期的にお金、現金をね、たまに必要になるから下ろすじゃないですか。で、現金を下ろした時に、なんとなく前回よりも、お金が、増えてたら、給料入ってんだなっていう感じで、だから別に給与明細わざわざチェックするまでもねえや、みたいなね。そんな考えでございました。会社がね、結構大きい会社、きちんとしたね、会社だったんで、さすがにね、こう、ちゃんとした会社だからそこは間違わねえだろうみたいなね、そういうのがあって、金はね、お金のことはね、あんまりこう、きちっとしてないタイプというかね、無駄遣いするとかそういう意味じゃないんですけど、特に給与明細とか、特に見るのめんどくさいみたいな感じで、そういう感じでございました。で、これまでね、こうやって生活費をね、きちんと、こう、スマホのね、アプリで、こう、レシート内容を入力してって入れてたんですけれども、そもそもね、こういうふうに生活費をちょっと見るようになったきっかけっていうのは、私が4年ちょっと前にね、仕事を辞めて、今住んでる地方のところに引っ越してきて、いわゆる無職生活をスタートしたんですよね。その時はね、いろいろ、仕事以外のことでね、ちょっと人生でいろいろこう、なんていうかもう、溜まってたものが、ちょっともう無理になっちゃって、メンタルがちょっとおかしくなっちゃってっていうかね、肺になっちゃって、明日のジョーの最終回みたいに肺になっちゃって、ちょっと何もできない、動けない、脳が働かないっていう状態になったんで、ちょっと人生をお休みする期間に入ってたんですね。東京に住んでると家賃高いからっていうことと、ずっと寝てる生活をするつもりだったんで、東京で昼寝をしててもときめかないっていう理由があってね、最後の力を振り絞って会社を辞めて、地方に引っ越してきたと同時に毎日ただ寝てるっていう生活をやり始めたっていうね、昼も夜も寝てるっていう生活をやり始めてて、それで、とにかく一番心配だったのが、いつまでこの生活を続けられるかというかね、そのお金が尽きる前に自分自身が立ち直って、ちゃんと、生活費とかをね、収入を得られるような状態に立ち直らないと人生積むなっていうのがあって、あの、どれくらい生きれるかなっていうのを、大体これくらいだろうっていう目安はあったんですけど、実際住み始めて、ちょっと何ヶ月間かは、いわゆるこう、生活費とかね、どれくらいかかるのかなっていうのをチェックしていって、それで、あとこれくらい生きれるなっていうのをね、ちょっと目算したいなっていうのがあったんですね。そういう理由があって、今まで全くつけるようなタイプじゃなかった生活費っていうのをね、つけるようになったんですよね。スマホのアプリでね。いろいろ、家賃が違うのはもちろんですけれども、水道光熱費とかもね、やっぱ、全然違ってきますし、あとは食費とかもね、やっぱ物価とか違うっていうかね、物価っていうか野菜とか肉とかの値段がね、やっぱ東京って高かったり、質が悪かったりとか、ちょっと東京ディスっ
ちゃあれなんですけど、そういうのがあるので、実際どれくらいなんかなっていうのがちゃんと見たかったっていうのがあるんですよね。だから数ヶ月から半年、もしくはね、電気代とか年間通して違ってくるんで、いろいろね。だから1年間こうチェックすれば、大体こういう感じなんだなっていうのが分かって、1年間ただ生きてるだけでこれくらいかかるんだなっていうのが分かったら、どれくらい生きれるなっていうのが、はっきりして自分が安心できるっていうのがあってね、そういう風につけてたんですよね。で、その頃ね、その生活を始めて1年ぐらい経った頃に、ちょっとね、少しだけメンタルがね、少しだけこう、ちょっと上向いてきたような感じがあったので、お家でね、こう、ちょっとエクササイズを始めたんですよね。できる範囲の、えっと、おうちエクササイズみたいなね、なんかそういうやつを始めて、やっぱりこう、自分でやってるとめんどくさいし楽しくないし、絶対続かねえなと思って、ちょっと YouTube にアップしてみたら、誰かが見るかもしれないから、それで、こなんか、続けるしかねえな、みたいな、そういう監視の目になってもらおうと思って、ちょっと YouTube で一本適当に自分がエクササイズしてる動画を撮ってアップしたんですよ。で、それで2、3人見てくれたら、それでいいやと思ってたんですけども、なんとなくそれをこう上げたら、そのうち50人ほど登録者さんがこう増えたんですね。で、もうあんま増えても困るなと思ってなんかこう人様にお見せする、その楽しませるチャンネルとかじゃなくて、誰かが見てるからしょうがねえからエクササイズするみたいなね、そういう適当なあれでもあったので、エクササイズ動画自体はね、一本撮って、モザイクを入れるのがあまりにもめんどくさすぎて、それからはね、動画自体はエクササイズしてないけど、やりました、最近はこうでしたみたいなことを適当に喋って終わるみたいのにしたんですよ。ちょっとね、モザイクがね、動いてる、状態でモザイク入れると、顔の部分のね、モザイクをトラッキング、追うようにしなきゃなんなくって、しかもエクササイズだと結構、早く動くじゃないですか。だからね、そのモザイクを動かすトラッキングがあまりにもめんどくさすぎて、それはすぐやめたんですけど、いいや、そんな感じで YouTube 始めて、なんかふっと50人くらい、登録者さんができちゃったら、急にやめることができなくなっちゃって、なんかその人たちに悪いなと思って、それでなんかなぜか YouTube をすることになってしまったみたいな感じで、ここにつながるわけなんですけども、それが結果的にね、日記みたいな感じになって、私がやばい時からちょっとずつ普通に戻っていくっていう記録になってたら、いずれね、そういう風になったらいいなっていう希望はあったりしつつ、今は習慣になってね、やってるんですけれども、だいぶメンタル的には回復してきたとはいえね、誰とも喋らない、誰とも会わない生活をしておりますので、コンビニとかスーパーに行ってレジの人と会うとかね、それくらいしか人間に会ってないんで、ちょっと言葉を発していないっていうのもやばいなっていう感じで、今はね、週に2回ぐらいね、こういうラジオ形式のね、喋るっていう感じの YouTube を習慣として続けてるっていう感じになってますね。ちなみにね、1年ちょっと前からこのラジオ形式、喋る形式の YouTube に変えたんですけども、その前のチャンネルはね、うっかり間違ってチャンネルを削除しちゃったんですよ。そうそう、だからそれでやめてもよかったんですけど、なんかね、私もうやめます、皆さんありがとうございましたみたいなね、そういう挨拶もなしに、いきなりブツッとね、全部チャンネル間違って消しちゃったから、もともとね、
構メンタル的にやばいやつがやってたやつなんで、やっべ、あいつついに自分で天に召されたかとかね、そういう風に勘違いされちゃう方も絶対にいると思って、そんなんなったら絶対なんとなく後味悪いじゃないですか。申し訳ないじゃないですか。だからちょっとね、間違って消しちゃった時はやっばーと思ってめっちゃオロオロしたんですけど、さすがにこのままにしておくのは、そうね、今まで登録されてた方が4000いく何人かもういらっしゃったんで、ちょっとこれはやばいと思って、生きてますみたいなね、生存確認みたいな感じで、前と同じチャンネル名、40代のとこちゃんっていう適当に始めたチャンネル名のその後に再開ってね、プラスでつけて始めたんですね。だからある程度チャンネル続けていけば、40代のとこちゃんっていう名前で検索すれば出てくるようになれば、あ、こいつ生きてたんだ、あ、よかったわ、みたいな感じでね、なんかこう、もやっとした嫌な気分をされないで済むかなと思って、そんな感じで新しいチャンネルを、始めて今に至ってるわけなんですけども、ちなみにね、前のチャンネルは、声も出さず、顔も出さず、顔はね、モザイクはかけてたので、雰囲気は出ちゃってたかとは思うんですけど、そういうテロップと BGM で語るみたいな形式の動画だったんですけども、今のね、新しいチャンネルになったタイミングをきっかけにね、その動画編集が結構時間がかかるっていうのがネックだったんで、もうチャンネルの内容は別にクオリティ下がってもどうでもいいんで、とにかく動画編集のね、編集時間とかをかけずにパパッとやってパパッとね、上げれるっていう形式にするために、今のおしゃべり形式にしました。そんな感じで、なぜかなんか、このチャンネルのことはこうだったんですみたいな話になってしまったんですけど、あれなんでこんな話になったんだっけ。そっか、それで生活費をもうやめるっていう話ですね。で、なんとなくね、生活費の動画前から続けちゃってたんで、ぶっちゃけ惰性で続けてたんですよね。あとはYouTube 的にね、ある程度同じテーマのものを定期的にやるっていうのもね、そのチャンネルをこう確立させるための、セオリーかなっていうふうになんとなく思ってたので、お金とか生活費とかっていうのはね、結構引きが強いあれでもあると思ってたんで、でもね、よく考えたら別にこのチャンネルをね、こうチャンネル登録者数を増やしたいなとかね、そういう気持ちっていうのがそもそもなかったので、継続できるくらいではいいかなとは思ってたんですね。だからね、サムネイルとかね、全然考えてなくって、訴求とか全然されてないんですよね。だから、サムネとかね、もうちょっとちゃんと、すれば、全く同じ内容でもチャンネル登録者数とかって増えると思うんですけども、サムネの写真とかもね、いつものコーヒー入れてる写真とかを適当にそのままスクショして、でサムネのタイトルとかもね、適当に話した内容を、あれ何話したっけな、こういうこと話したか、じゃあそんな感じのこと入れとくかみたいな感じで入れて、サムネの写真の絵とタイトルが全然ね一致してないっていうね、めっちゃ適当なサムネにしてるなっていう感じでございます。これからもね、その適当感は崩さずにいく予定でございますので、ただね、場合によってはもしかしたらこのすぐにじゃないけど、いつかね、ちょっとオープンチャットみたいのを作って、それでなんとなくこう視聴者さん同士とか、私も含めてですけども、適当にこうチャットではありますけども、何かこう会話ができるような仕組みを作ってねっていうのをちょっとしたいかもしれないなっていう気はするんですけども、もしそれをするんだったらもうちょっとチャンネルを伸ばす方向にね転換してからやると思うんで、とりあえずその気が起きるかどうかすらはちょっとまだ分かんないですけど、今みたいな適当な感じでやっていく予定でございます。そういうことで、とりあえず生活費はね、もうね、気がついたら
よく考えたらもうやる必要ないなっていうか、だいたいもう1ヶ月こういう感じで生きてこれくらいかかるなっていうのは十分に分かったので、もういわゆる家計簿アプリみたいのをつけるの自体やめよって思いましたね。あれに時間を取られたくないんで、自分が楽しくないことに1分でも1分どころじゃないな、結構何分もかかってますね、は取られたくないので、もうこれからは生活費の動画は上げないっていうことにします本当はね、今年いっぱいやって来年から上げるのやめようかなってちょっと思ったんですけど、いやもうそこまで切りよくやる必要なくないと思って、今めんどくさくてやる気なくなったんだったら今やめようって思ってそんな感じでございました。はい。ここ数日のことですね。ここ数日はね、ちょっと、昨日はね、カフェに行きました。月1くらいはね、外食やカフェに行こうと思ってたんですけど、先月はね、ちょっと行けなかったんですけど、今月になって早々に行こうと思ってね、行ってきました。行ってね、お紅茶とモンブランをいただいてきました。そんな感じでね、今月は外出するっていうノルマを達成したぞ、やったーっていうのはありますね。あとね、最近やっぱ肩こりどうにかしなきゃっていうのがありますね。で、私は完全自宅で在宅ワークでやってて、それゆえに誰とも会わない、誰とも喋らないではあるんですけども、最近ね、ちょっとこう肩こりが辛くて仕事が頑張れないっていうのが結構如実にというかね、なんていうかこう肩つらーと思って、ふとね、この肩こりがなかったらもっと全然頑張れるなっていうのがあるんですよね。で、ふと思ったんですけど、こう仕事を1時間ちょっとぐらい続けてやって、肩つら疲れたと思ってベッドにゴロンって寝てちょっと休んだりとかするんですけど、ちょっとじゃなくなったりとかするんですけど、それってね、ベッドにゴロンってなるのは肩が辛いからゴロンってなってるんですよね。やっぱね、横になると肩も楽なんですよね。で、ちょっと休んだら仕事再開しなきゃなのにしたくねーわーって思ってる時に、あれこれって肩こりがなかったら余裕ですぐ10分休んでパッと始めてねって思って、だからなんか最近仕事が頑張れないというか、もっと頑張んなきゃって思ってるのは、肩こりの辛さに抗って頑張るのが辛いっていうだけだなっていうふうに思ったんですよね。結構これって問題だなと思って、で、こう他にもね、いろいろこうどうしたら収入得られるだろうっていろいろ考えるにあたってもね、なんかやっぱ肩が辛くて、そこでもね、なんていうかこう踏ん張りが効かないっていうかね、馬力が出ないっていう感覚があって、なんかもうちょっと一回休もうかなみたいななんか休んでこう肩こりとか体のメンテナンスに一回振り切っちゃおうかなみたいな、もうめっちゃだらけちゃおうかなっていうのも考えました。なんかこのまま行ってどうしたらいいんだみたいなね。なんかこうコスパ悪いんですよね、この馬力が出ない中やってるっていうのが。なんかこうどうしようかなっていう感じですあともう一つね、なんかこうちょっと仕事頑張るの手抜こうかなって思った一つとして、なんかね、やっぱ最近ちょっと収入が落ちてきちゃって、いろいろ不安なんですよ、ぶっちゃけ。不安なんですけど、だからこれからどうしようかなとか、他に収入を得られるのをどんどん考えていかなきゃっていうのもあるんですけども、それと同時にね、ふとこの1年間確かにすごい頑張って、休みっていうもの自体もね、個人でやってるんでないので、結構頑張っちゃったよなってふと思って、最初のね、このスタートダッシュみたいな感じなので、頑張るのは当たり前だし、それは後悔はしてないんだけど、ちょっとこの先、ちょっと今肩が痛いとかね、そういうのもあって、これでいいのかなってちょっと思ったんですよね。お金はないし、ちょっと心配ではあるんですけど、そもそもね、私はもう4年ちょっと前に無職になって完全貯金切り崩し生活で送ってたので、
ほんのちょっとでもね、数万円、ぶっちゃけ4万円とかでもね、月に週万だって収入があれば、あの頃に比べたらみたいな、何と比べて安心してんのかわかんないけど、みたいのがあるので、お金よりも、今、私48歳でございますが、この48歳の、比較的まだ体もね、健康で、いろいろ動けて、そして何かこう、興味とかね、やりたいなっていう欲とか、その感度が今の状態の時にできることをしとかないともったいないような気もしたんですよね。まあ別にね、そんなにガツガツ体を動かす登山とかね、そういうのがしたいとかじゃなくて、例えばちょっと今温泉に行きたいなとか、あそこに行ってみたいなとか、そういう旅行的なものとかね、あと温泉とか体が心地よい気持ちよいこととかね、あとはちょっと食べたことないものを食べる、行ったことないとこ行って知らない店に入って食べたことないものを2回言っちゃったなんかそういうなんかこう、あれやりたいなとか、そういうのをちょっとお金かかっちゃうけどやるっていうのも一つの手かなと思ったんですよね。どうせ人間死ぬしって思って、なんかそのお金がね、こう本当にいよいよやばいっていう時になったら頑張ればいいじゃんっていう気持ちもちょっとあって、いろいろいよいよやばいっていうのは、ちょっと明日の米がやばいなみたいな、本当にこう今ある全財産とかをかき集めて、あと2ヶ月しか生きれないぐらいしかもうお金がないとかね、意外とそれくらいで余裕で生きてる人いそうですけどね。その時にね、5体満足でやる気があって元気だったら全然問題ないんですけど、私の場合はね、もともとこう、メンタル的にもうちょっと、肺になって何もできないっていうところから始まったので、ある程度お金がないとね、ちょっと心配っていうのはあるんですよね。こう、追い込まれた時に自分が頑張れるかどうかの貯金がないっていう感じですね。本当猪木が言ってたね、元気があれば何でもできるっていうのはね、マジで本当だなって思って、逆に元気がなければ何もできないなっていうのも真理だなっていうのをね、結構体感したわけなんですけれども、なんていうかこう、やっぱメンタル的にね、こう、結構終わり残り少ない状態になっていると、やっぱりこう喜怒哀楽とかね、感情自体が死んでるんで、楽しいとか嬉しいとか、なんだったらこう辛いとか寂しいとかね、いや辛いだけは残ってるかもしんないけど、いや虚無何もないみたいな、なんかそういう感じなので、そういう意味ではね、やっぱりこう少し私も元気になってきて、こうリハビリとしてね、こう月に一度は外食しよう、カフェに行こうとかね、そういうのができるようになってきたので、あとは温泉くらいは行けそうだなっていう気がしてきたんですよね。だからこう行ける状態になった時に行っといた方がいいんじゃねえかと思って、人間いつ召されるか分かんないし、たとえ私がね99歳とかまで生きたとしても、48歳の今の体を持ててるのは今だけなので、ちょっと今っていう時間を逃すの方がもったいないかもしれんっていう気持ちもあってね。ぼっちで温泉とか行くのもありかもなと思って、そうそう、意外とぼっちで温泉とか行ってなんやかんやで、そうだな、7万とかリアルに7万ぐらいな気がするんだよな、くらい使って帰ってきたとして、その方がなんかね、馬力が出るかもしれないなっていう根拠のない何かもあるんですよね。なので場合によってはちょっと温泉とか行ってみようかなみたいなね。ちょっと肩こりもあれだし、何もしねえで温泉まんじゅうとか食って、風呂とか朝から晩まで入りまくって、観光地なので観光もせずに飯食って風呂入ってみたいな、そんな生活を
2泊3日ぐらいでして帰ってくるのもいいかなって思ったりとかしました。ただね、こうちらっとね、こう近場の温泉とかね、調べてみてもね、今度はね、こうやっぱ行く計画を立てるとかね、どこの旅館の予約を入れるっていうのが七面倒くせえっていうかね、そこが意外とね、そこまでまだ元気ねえかもとか思って、こううだうだしてるのもあれだから、だったらこう近くの、近くはないんだけど、いわゆるスーパー銭湯ですねみたいなところでリハビリとしてね、第一歩として行ってくっていうのもハードル低くていいかなって思ったんですよね。だから来週、来週か再来週か分からんけど、ちょっと自分家から電車とバスとかね、そういう公共交通機関を使って行けるところに行って、午前中から行ってゆっくりして風呂入って、できたら漫画とかを置いてあるところが最高なんだけど、いいや。でそこで大体お食事どころとかついてるじゃないですか。そこで飯食ってビール飲んで、でもう一回風呂入ってみたいな感じでバスとか電車で帰ってくるみたいなね、そういうのをしようかなってちょっと思ったりしましたね。スパ銭だったらね、合流しても1万円いかないくらいだと思うんで、お土産とかいろいろ買ってもね、そんなことをしようかなと思って。こうスパ銭もね、99歳になったら一人で行くの大変だと思うんで48歳の今だったらもちろん一人で行く体力とかあるし、気力的にもね、今スパ銭ぐらいだったらいけそうだなっていう気がしてるんで、ちょっとこう外に出て人間がいるところにこうまみれてくるっていうのもね、大事かなって思ったので、ちょっと気分転換にもちょっとそういうのしようかなって思ったりしました。ちょっと最近金が稼げなくなって、ちょっと頑張んなきゃっていう気持ちもあるんだけど、ちょっと頑張れねっていう気持ちもあって、48歳は一度だけっていうのを考えて、スパ銭にでもとりあえず行こうかなっていう気がしたっていう感じです。なんかね、この14歳だったか、14歳は一度だけっていう小説があって、私が小学生くらいの頃読んだんですけど、ちょっとそれを思い出しました。14歳だったかな、13歳だったかな。それが私がまだ11歳くらいの時に読んだ本なんですけど、そのシリーズがね、なんか面白かったなっていう記憶があります。子供が読むくらいのね、小説なんですけど、多分小学校上級小学校上級年わかんなくなった。5、6年生ぐらいの小学生から中学生くらいが読む話だと思うんですけど、なんかね、中学生くらいの女の子3人組だったかな、4人組だったかなくらいのが主役っていうかテーマになってる小説で、14歳は一度だけだったかな。シリーズもので何冊か出てるんですけどね、それがね、小学生の時読んで面白かったなっていうのがあったんですけど、今48歳は一度だけだしなって思った時に、いや14歳は一度だけっていう小説の時の14歳とだいぶ違うけどなって思ったけど、14歳とか13歳ぐらいの一度だけっていうのはね、こう分かりやすく、確かにあの時のなんかこうなんかその頃って一度だけだから、いろいろこう大事な時期だし、こう思いっきり生きた方がいいっていうのもあるんですけど、違う意味でね、48歳ぐらいも一度だけだなっていうね、なんかちょっとまろっとしたような雰囲気でそう思ったりしました。何の話だっていう感じなんですけども、そんな感じでございました。それではまた。